デボちゃんってご存知ですか？登録者100万人規模の YouTuber の方でして、日本が好きだと一貫して発言してきた人物です。ところが、ある日をもとに状況が一変します。韓国で彼は親日売国道と呼ばれ、警察の取り調べまで受けることになります。反日感情のせいなのか、本人が悪いのか、そこには日本では見えにくい意外な真実があります。今日はこの出来事を5つに分けて説明します。1つ目、炎上のきっかけ。2つ目、なぜ韓国で爆発したのか。3つ目、なぜ警察沙汰になったのか。4つ目、韓国人はどんな気持ちなのか。5つ目、私たちはどう向き合うべきか。中立的な立場で説明しますので、判断材料をもとに皆さん自分で判断できればと思っております。1つ目、炎上のきっかけは何だったのかという話です。結論から言うと、炎上の直接の引き金は2025年10月に投稿された一本の動画でした。その動画でデボちゃんは韓国で下半身だけの遺体が37体発見された中国人犯罪者による殺人と臓器売買が横行していると説明しました。日本で動画はすぐに拡散します。X まとめサイト、日本のネット掲示板、韓国やばくないかと話題化しました。ここで問題になったのは、その情報の根拠とされています。彼が証拠として挙げたのは、YouTube の匿名コメントでした。これを見た韓国人はこう思い始めます。100万人近くの YouTuber が数十万人に対して情報を拡散しているのに、匿名コメントをそのまま信じて移すのかということを重点としていました。2つ目の話。なぜ韓国で激しく燃え上がったのかというところです。まず大前提として、韓国に住んでいる人の体感治安と動画内容との間に大きなズレがあったようです。中国の臓器売買に関する話は昔から存在します。中国国籍の犯罪者が検挙された事例もあるということは間違いなく事実です。しかし、下半身だけの遺体が37体発見。このレベルの事件であれば、韓国では確実に全国ニュースになります。テレビ速報、新聞一面を数日間宣教するレベルでの規模です。でも、そういうことは起きていませんでした。仮に政府が隠蔽しているとなった場合は、主張の正確性を検証することとなります。でも、根拠が YouTube の匿名コメントと分かった瞬間、それを見た韓国の方々は、これは治安問題の告発ではなく、虚偽情報の拡散ではないか、そう受け取られていたようです。ここで事態を加速させたのが政治との結びつきでした。デボちゃんはこれまで韓国の右派を支持する、日本が大好き、中国は嫌いを明確にスタンスをとって発言してきました。韓国では右派は反中国、親日、左派は反日、相対的に親中国という構図が存在していると僕は理解しています。そのために先ほどの動画は単なる YouTuber の発言ではなく、政治陣営同士の代理戦争の材料としても消費された面があるというふうに私は認識しています。結果、韓国メディアが即座に反応して、この炎上というのはネットの話題から社会問題と格上げられました。3つ目の話。なぜ警察で取り調べを受けたのか。結論から言うと、デボちゃんは韓国の電気通信基本法違反の疑いで警察の取り調べを受けています。もう来日できない可能性もあります。この法律は事故または他人に利益を与える、あるいは他人に損害を与える目的で電気通信設備を通じて公然と虚偽の情報を流した場合に3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を出す可能性があるということです。重要なのは嘘だったかどうかだけではなくて、確信は他人に損害を与える目的があったかどうか、ここにあります。もし再生数を稼ぐために韓国の不安を意図的に煽り、虚偽だと知りながら流したと立証されれば処罰の対象になります。一方で本人が真実だと信じていた。引用のチェックが甘かっただけだった。結果的に、情報が合ってなかっただけだったという過失にとどまると、それが判断されれば刑事処罰には至らない可能性も十分あります。2026年1月現在、捜査はまた継続中で、検察の求刑も出ていません。裁判の最終判決が出るまでには数年単位でかかる可能性が高いと思っています。ただしもう一つ現実的な問題があります。仮に1年以上の実刑または執行猶予が確定した場合、日本の出入国管理及び難民認定法第5条4項により
日本への入国が不可能になる可能性が高いです。今の段階でも、韓国側の出入国管理当局が、国外逃亡や亡命の恐れがあると判断し、動向自体が制限される可能性があります。これは裁判が終われば OK になるかもしれません。つまり、これはネットで炎上して終わりの話ではなく、法と国境をまたぐ問題に発展してしまったということです。4番目、韓国人の気持ちをどう理解すべきかということです。ここでいう韓国人というのは、デブちゃんのことを非難している韓国人のことを言います。これを見ている方、主に日本の方なので、なぜ韓国側の感情はそうなのかってことを、少しでも理解できるような、材料を述べていきたいと思っております。まず、多くの韓国人が感じているのは、自国の現実を知らない人が、信憑性の低い情報を信じてしまうのが、怖い。逆の立場で考えてみると、こんな感じなのかもしれません。2011年に東日本大震災ありましたよね。そして福島の原発事故起こりましたよね。被害があったのは事実ですが、当時韓国の Facebook では、日本人が被爆で大量に死亡しているとか、奇形の動物が生まれて、これは福島のせいだというデマが写真付きで拡散されていました。根拠となっていたのが、知らないけど、ネットの誰かがそう言っている、みたいなことを書いていました。その結果、日本旅行をやめる人が出たりとか、日本に行く韓国人をバカにする空気を持っている人もいたりとかしたんですね。このように、あなたの国が、疑わしい情報で、危険な国だと、語られたら、そういった気持ちと似てるんじゃないかなというふうに思います。もちろん今回の炎上というのは内容がかなり違うと思いますが、韓国人にとっては似たような感情で受け取ったかもしれません。一方でですね、政治的なレッテル貼りというのもあったと思っております。先ほども話しましたが、デボちゃんはかなり明確に、日本が好き、中国が嫌い、韓国右派を支持する、左派が嫌いという立場をとてもわかりやすく発信されていると思います。それを彼の魅力として受け取っている人もいますし、そういう彼の姿が嫌だっていう形で受け取っている人もいると思います。その反対側からの方から見れば、攻撃しやすい象徴的な存在になっているというふうに思います。いわば、ほら見ろ、日本好きで韓国右派の人間はこうだ。そう言いたい人たちに都合のいい材料が揃っていたかもしれません。で、最後、デモちゃんとどう向き合うべきなのかという話です。昔の彼は、エンタメ系 YouTuber だったと思ってるんですけれども、テンポとか構成とか表情とかとか、ここまでこういうポイント入れて人を楽しまされるって、本当に天才だな、誰でも真似できる部分ではないかなというふうに思っております。今の、デボちゃんは、いろんなコンテンツ発信されておりますが、韓国の、政治集会に出たりとか、支持する政治団体、政治家が、出ているってことは、ある程度、デボさんの直近の活動からわかるというふうに思っております。で、自分の思想と立場を、明確にしていますね。それが彼の魅力になる、人もいますし、それが嫌いだみたいな人もいると思います。僕はですね、デボちゃん頑張れとか、デボちゃんやめろみたいな、そういったことを議論したいわけでもないです。彼は、政治的なスタンスを取る、発信者になっただけなんじゃないかなっていうふうに、思っています。右派も左派も、日本も韓国も、国を良くしたいという動機自体は同じだと思ってるんです。で、それをどうアプローチするかってことが違うだけだと思ってるんですよね。デボちゃん自分も、韓国と日本を良くしたいという思いを持っていると思います。その活動におけるやり方とか判断に対して、その正当性を信じて応援する方もいれば、あまり共感できないね、みたいな方も出てくるというふうに思います。時には人から批判を受けることにもなると思います。だから、仮にですね、政治系 YouTuber としてデボさんのことを見ていれば、デボちゃんの発言というのもよりしっくりくると思いますし、デボちゃんの発言を見て、自分は何を感じたのかってこともより明確になるのではないかと思っています。ということで、今回の動画、結構韓国と日本でも話題になっていたから、今日この話をしました。皆さんの意見もとても気になっています。礼儀さえあれば、どのような意見でも歓迎します。ぜひ教えてください。以上、できる限り感情から距離を置いて、冷静に、お互いの気持ちってどんなものかなってことを、整理しようと思いました。以上、バくんでした。